日本人本来が感じるなんかその昔懐かしさみたいなところをお客さんに感じてもらいたいなっていうのがあるので。これは美味しい、スープめちゃくちゃうまい。はい、こんにちは。いらっしゃい。いらっしゃい、こんにちは。どうぞ。ラーメンっていうのを本当追求したいなっていうのもあって、美味しかったよとか、また来ますって言って、1人で来たお客さんが2人3人で来てくれたりとかするのは、また来てくれるっていうことにはもうやりがいをめっちゃ感じますね。そうですね、大変なこと多いですけど、でも本当に、長く商売が続けられて、仲間も増えてすごい良かったなと思います。もうちょい煮干します？そんな変わらん。これぐらいでいいと思うんだけどな。ありがとうございました。いってらっしゃい。お店はいつからやられてるんですか？ここは去年の7月からですね。もう1店舗矢本の方にあって、はい。こちらまぜそば屋なんですけど、全く違うジャンルでちょっと出してみたいなっていうのがその混ぜそば屋さんはいつからされてるんですか？2020年の4月ですね。オープンした10日後に緊急事態宣言だったんで、もう1日お客さんがなんていうか10人とか、ひどい時1人とかっていうのがよくあったんで、やっぱコロナがスタートだったんで、人が出歩いてないっていうのがスタートだったんで、どうやって集客しようかなみたいな。限定とかもう月1ぐらいでやってましたけど、それでもその全体的にその人が世の中に出歩かないっていう状況だったんで、何やってもダメでしたね。今もうだいぶじゃあ状況も変わって、先週それこそ矢本店は周年祭だったんですけど、過去最高売却と売り上げを上げれたんで。そうなんですね。何人いらっしゃったんですか？3日間トータルで約700人ぐらいですね。すごいですね。でも行列ができて。いやもう本当にありがたいことに。営業中ずっと炊き続けるスタイルですか？そうですね。なるだけ前日のスープを呼び戻しっていう形で新規で炊いたものに足していくっていう感じですね。気温とかに違って鶏の質だったり煮干しのその味の出方が全然違うので、結構日によって分量は違うかなっていう感じですね。ラーメンっていうのを本当追求したいなっていうのもあって、煮干しの旨味をお客さんに感じてもらいたいなっていうのがあるので、日本人本来が感じるなんかその昔懐かしさみたいなところを追求できたらなと思って。
実家のネギなんですけど、あ、実家からですか。はへえ、めちゃめちゃありがたいですね。い。いやもうこんだけ物価が上がってると本当に助かりますね。これだけなんか立派なネギ育てれるのすごいですね。はい。地元のコミュニティみたいなのもあって、はい。僕の実家のお隣さんもネギ作ってくれてて、へえ、もう持ってって持ってってみたいな。めちゃめちゃいいな。でも本当にありがたくてしょうがないですね。しっとりめには仕上げたいなと思ってて、ただ地域柄結構その年配の方が多いんで、なるだけ油が少ないチャーシューにはしたいなっていうのは。小学生かな、ゲーム機持っておじちゃんラーメン食べに来たよみたいな、ここでポケモンカードやってる子がそのラーメン歴としては結構長いんですか。僕はでもトータル3年ぐらいですかね。あ、そうなんですね。スタートは本当にオーストラリアでラーメンを立ち上げたから今もラーメン屋。そうなんですか。四谷の頑固さんってラーメン屋さんがあるんですけど、そこのオーナーさんとかがその昔からブログ書くの好きで、それを読み解いて手に入る材料を入れてみて炊いてみて、これじゃないあれじゃないっていうへえ。戸村さんと一緒にやろうってなったのは何なんですか。一昨年の10月ぐらいにそれこそ辞めて、家と食をいきなり失ってでそのぐらいちょうど知り合って家もないんだよねみたいな。家も仕事もないんだけどさみたいな、へえ。もしよかったらバイトでいいから雇ってくれませんか。へえ。2つ返事です僕としてあ、は。そうなんですね。経歴のそんなねお持ちの方がでも会って2回とかなんで、1時間喋った日と多分2時間ちょっとぐらい喋った日ぐらいしかなかったから、2つ返事っつってもなんかよく受け入れたなっていまだに思いますけどもともと2店舗やりたいって言ってたので、スープをちゃんと一から炊きたいっていうのがあったので、なんか勉強がてら一回やってみますかでやったら取り上げてもらったっていうこれ全部返しのボトルなんですけど、おお。味噌もそうですけど醤油とかも文化深いじゃないですか。できれば地産地消したいなと思って、なんで高知に使ったりとか、あとは醤油はこれは三重県産なんですけど、その醤油がなくなったら作れないんだよっていうのはちょっとね知ってってもらいたいなと思って、なんで一応ちょっと飾ってるって感じです。水出しの煮干したちが。そうだね、ボコボコしすぎると中なでも6時間もやったらいいんじゃないかな。そうですよね。そうですね。昨日3時ぐらいに入れて、で8時半9時ぐらいにやめよう。
ああ結構出てきてるなっていうのはあったんで、塩味が気になりますね。リコをそんなに入れてるっていう。強いですね。あ、そうなんですね。了解です。サバの油は来たけど一口飲んだ。もうちょい煮干します？そんな変わらん。でちょっとその油も一緒に飲んだらいいよ。低加水の食べやすいというか歯応えのある麺には製麺所さんからはまあオリジナルで作っていただいているって感じですね。こっち20。20。いただきます。30ですね。だよね。うん。20だとちょっと弱いなーって感じしますね。よかった。めっちゃ薄いわけではないですけどね。なんか。そうですね。うちの客層からしたらこっちは濃いかもしれないですね。どう思います？俺これぐらいでいいと思うんだけどな。もっと本当にバチバチに効いてる時はちょっと調整していいと思う一緒に働くことがあんまりないんで、僕が矢ごと行ったりとか。けど、僕が基本こっち立ってるんで、あ、そうなんですね。だから今日いい機会だから一緒にやろうかな。だいたい電話連絡とか仕込んでもらって後から僕が入って営業だけ回すみたいな時があるので。で結局彼の好きなもの、はいどういうラーメンにしていきたいかっていう目標ってゴールが定まってないので、やりながら美味しいもの作っていこうっていう今感じで、正直毎日違うんですよ。なんでいろいろ煮干し自体も変えたりとかして好きなものを探していこうって言って、まあもう半年以上経つんで、やっとだいぶこの辺でどうっていうところまでは来たんで、なるもっとリピートになりたいラーメンを今具体的に探ってるって感じですね。シンプルだからこそ難しいみたいなところなんですかね。独学かもしれないけど少しずつでもいいもの出せたらなとは思いますけど、結構しっかり入れていいよ。いうことしたらあれは。入れるかな。
こんにちはいらっしゃい。お好きなとこどうぞ。はい中華そば大盛りでございます。大盛りではい。普通のもう一つください。はい、お待ちください。左右にいます。AT はお待たせしました大盛りですお二人よく来られるんですか？いや、初めて。そうなんですか。なんかどうですか、お味の方は。美味しいです。美味しいです。で、なんか和風な感じがします。和風だよね。食べやすい。うんさらっと流あ、れて。確かに油っぽくない。なんかさらっとしてます。ご飯がチャーシューの炊き込みご飯でご用意してますので、はい。はいどうぞ。中華そばとご飯。中華そばはい。はい。大体そんないないですか？もうそれお待たせしてます中華そば7人チャーシューの炊き込みご飯です。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて、またお願いします。お気をつけて。ありがとうございました。そのもう昔さん。並盛りの大盛りのバラのりで。すいません、お待たせしました。並盛りですね。はい、ご飯で。はい。はい、チャーシューの炊き込みご飯ですね。はい、お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。お待ちください。
しゃい。何名さんでした？2名さんで。よかったら中でかけてお待ちくださいね。ご飯の方がチャーシューの炊き込みご飯でご用意してますので、また決まったら呼んでください。お3つ並盛り3つでよかったですか？で1つ大盛りにしちゃって1つ大盛りで、はい。水取り替えますか？すいません、お待たせします。特製中華そば大盛りですね。どうぞ。ご飯お待ちください。よく来られるんですか、皆さん。たまに行きます、はい、最近こってりのラーメン屋さん多いですけど、今日また違って2人でもないんですけど美味しい。お待たせしてます。中華そば。はい。熱いです。お待たせしました。ありがとうございます。恐れ入ります。ありがとうございます。お気をつけて。いってらっしゃい。いらっしゃいませ、どうぞ。何名さんでした？3名。3名さん。はい。真ん中の席空いてますんでね、どうぞ。また決まったら呼んでください。八木崎っていう駅が貸す壁。わかんないです。そのやっぱこだわりがちょうど2番手があるんですよ。大学とすみません、特製の大盛りから。もう一つですね。はい。ありがとうございます。どうぞ。すいません、お待たせです。並盛りですね。すげえうまいっす。うまい。俺はめちゃくちゃ好きっす。何？味がいい。まあ食べてみてくださいよ。確かに。個人の感想によるから。うん。細い麺がいいな。いや、そうっすね。上品に食べようと思ってどうですか、お味の方。うまいです。なんか特徴とかありますか？煮干し効いててすげえ。俺は美味しい。僕は大好きです。煮干しの香りが引き立つよ。塩かな。スープめちゃくちゃうまい。終わった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。中華そば2つお願いします。はい。並盛りを2つですね。
並盛りを2つですね。はい、すみません。ありがとうございます。はい。大盛りでいいですか。はい。はい。ありがとうございます。お願いします。しました特製中華そば大盛りですね。ありがとうございました。いってらっしゃい。お気をつけて。少々お待ちください。お決まりでしたか。中華そばはい。麺大盛りで麺大盛りで。はい。ありがとうございました。いってらっしゃい。またお願いします。ありがとうございました。25人とかですかね。そうなんですね。実際ここ出店してみてお客さんの入りって予想とどうだったんですか？やっぱさっきのお客さんも路地裏にあるから分かんないよねみたいな、まだまだ認知が取れてないんだなっていうのは正直なところですね。まあお昼で50人とか、まあ本当に多い分には十分なんですけど、まあでも一人で回せるのは多分40から50ぐらいが限界かなと思うので、まあ、それぐらいは行きたいですね。
店運営されてきて、はい、なんかやりがいって感じるところってどこですか？そうですね、美味しかったよとか、また来ますって言って、1人で来たお客さんが2人、3人で来てくれたりとかするのは、また来てくれるっていうことにはもうやりがいをめっちゃ感じますね。お店始めてみてよかったですか？そうですね、大変なこと多いですけど、でも本当に、長く商売が続けられて、仲間も増えてすごい良かったなと思います。